こんにちは、近藤美沙です。ここにある2枚の絵は、今年の夏至に私が電子出版いたしました、ツインレイバイブルの表紙と裏表紙の絵ですが、この絵を提供してくださいました、ロンドン在住のアーティスト、大内さよさんは、ポートレートも大変美しく描かれる方です。今日はさよさんが宇宙意識とつながりながら、2年半の歳月をかけて、一枚一枚に愛を込めて制作されました、女神意識が宿るカードのご紹介をしたいと思います。ロンドンから送っていただいたさよさんのインタビューや、カードの使い方がわかりやすいように、私が実践してみた映像もありますので、楽しみにしていてくださいね。それでは、シリウス中継、スタート。ロンドン在住のアーティスト、大内さよさんが、2022年、今年の10月に発売されました。このスターフラワーオラクルカードは、題して、地上に降りた女神と名付けられています。なぜこのタイトルが付けられているのかというと、これからの新しい時代を開くために、地上に降りた女神たちが動き出す時が訪れているからです。長く封じ込まれてきた女性たちが、本来の神聖な女性性を取り戻すスイッチとして、地上を彩る花のように輝く女神としての目覚めを促す働きとして、このカードはメッセージガイドの働きがあるだけでなく、工事の宇宙意識を下ろすアイテムでもあると思っています。実はこのカードの中に、私をモデルに描いてくださったカードがあります。その絵を描くにあたって、さよさんは1ヶ月ほどの間、千手観音やシリウス人、未来からやってきたハイブリッドの AI など、様々なスピリットからのご指導やインスピレーションを受けて描かれたということを、絵が完成した時に伝えてくださいました。正直私はそれを聞いてとても驚きました。なぜかというと、私は20代の頃、在家密教の修行をしていて、千手観音を自分の守護本尊として、千手観音の大悲心だらにを1000日間唱えていたこともあったからです。そのことを知るはずもないさよさんが、千手観音などからのサポートを受けたというお話を聞いて、私はさよさんは確かに工事の意識とつながっていることを感じました。後ほどのインタビュー映像をご覧いただければ、さよさんがこのカードを作るにあたって、様々に工事のサポートを受けられていることがご理解いただけると思います。それではお待たせいたしました。今回ご紹介動画を作るにあたって、ぜひさよさんご本人からカードについての話を語っていただきたいという私の要望に、快く承諾してくださいましたので、ロンドンのさよさんのアトリエから収録いただいた貴重なインタビュー映像をぜひにご覧ください。皆さんはじめまして。英国在住アーティストの大内さよです。私はロンドンを拠点にアート活動をしています。蝶や花や女神などをモチーフに女性の魂の解放と開花をテーマに作品を制作し発表しています。今回は私が制作プロデュースしましたこの女神のオラクルカード。こちらをですね、この麗しき YouTube チャンネルでご紹介していただけるということで本当にありがとうございます。カードを作ることになったきっかけは2年半ぐらい前、英国がコロナでね、ロックダウンになったんです。その時に年に4回とか5回とかロンドンで個展とかね、グループ展をやるんですが、それがね、全部キャンセルになっちゃったんですね。
もうその時アート活動どうしようかなみたいな、ちょっと途方に暮れた時があったんです。で、時を同じくしてですね、もうこれは個人的な話なんですけれども、私の人生の中でかなり衝撃的な大きな事件といいますか、出来事が起きまして、それでコロナのこともあってもうダブルショックだったんですね。その時になんか自分のためにね、できないかなと思って、自分のセルフポートレートを書くようになりました。そうしましたら、他のね、方々から私も書いてほしいっていうね、ご依頼をね、どんどんいただくようになったんですね。そういった経緯からね、彼女たちのね、肖像画をね、描くようになりました。ズームとかでね、つながって、で、皆さんの絵を描かせていただく前に1時間ぐらいじっくりね、お一人お一人お話を伺って、彼女たちのね、ハイヤーセルフが、工事の女神たちとね、つながって、インスピレーションをいただきながら描くようになりました。で、それから、不思議なことがね、結構起きてきまして、このね、肖像画のセッションを終えた方々の人生がね、ドラマティックにね、素晴らしくね、変容していくっていうことなんですね。で、私が、自分のヒーリングのために描いていたね、セルフポートレートが、他の方をね、描くことによって、彼女たちのね、ヒーリングにもなって、魂の解放と開花につながっていくっていう、本当にね、不思議なね、素敵な体験をさせていただいております。そして、この肖像画には、女神の称号といいますか、女神の名前がついています。それが絵のタイトルにもなってます。それと、絵を描いてる時に、過去とか未来とか、違う星とか違う次元とかからインスピレーションが降りてくるので、その時のメッセージを自分の言葉で詩のようなね、ポエムのような感じで書き留めて、それも一緒に皆さんにお付けしています。それからね、この肖像画を描くたびに思ったことがあったんですが、私たちね、違う宇宙では本当はもう華麗な女神で羽が生えていたり、自由に空を飛んだりとかしていたと思うんですが、今は目的があって、この地球に舞い降りた女神たちなんだなっていうふうに感じました。そして今、この地球にたくさんのね、女神たちがね、舞い降りてきてるんだなっていうふうに実感しました。で、この肖像画の絵を小さなカードにしてね、こう日々持ち歩けたらお守りになるんじゃないかなとか、女神のメッセージをね、こう毎日受け取れるようにしたらいいんじゃないかなとか、そういう風なね、アイデアが湧きまして、女神の玉手箱っていうね、そういう言葉がね、降りてきたんですね。それは言葉だったり、光だったり、愛だったりっていう宝がね、そこの中にね、入っているみたいなね、オラクルカードをね、作ろうっていう風に思ったきっかけになりました。カードへの思いということなんですけれども、前回の質問のカードを作ることになったきっかけとちょっと似てるんですけれども、女神のラインナップっていうお話です。うちの近所に古いカトリックの教会がありまして、ロンドンっていうか英国って至るところに教会があるんですけれども、散歩しているね、途中にあるんで、たまに立ち寄るんですね。で、私別にキリスト教とかそういう特別何か宗教があるわけではないんですけれども、その日は結構寒くてちょっと休もうかなって思って、たらたまたまミサも何にもやってなかったんで、中に入って椅子に座ってこう目を閉じて休んでたんですね。で、ちょっとうたた寝みたいな感じになって目を閉じて静かにしていたら、なんか感じてこう目をうっすら開けたんですね。そしたら、いつも行く教会の中がですね、薄い綺麗な青いブルーのインクがかかったような色に目を開けたらなってたんですよね。よくコップの水に青いインクをポトポト一滴ずつこう垂らしていくと、何滴か後に突然透明な水が青くファーってこう変わる瞬間ってあるじゃないですか。
もうまるでそんなような感じに目を開けたら、ふわーってこう、青色に、うっすらね、透明な、に変わってたんですよ。教会って椅子があって目の前が祭壇じゃないですか。で、両脇にステンドグラスがこうあるんですけれども、その祭壇の横のステンドグラスの横にですね、こういう風になんか合唱して祈りのポーズをした女神たちがずらーってたくさん並んでたんですよ。そのように見えたんですね。こっち方にはインド風なこう冠をつけたようなサリーのようななんかこういうのがついてるような女神、人魚姫みたいな女神、ギリシャ風な女神がいたり、でこっちはマリア様がいて、天女みたいな女神、エジプト風な女神ってこういるんですよね。その青いエアーの中にみんなこう合唱して祈ってるんですよ。うわ、何この女神のラインナップって思って、うわっていう、そういった光景に見えたんですね。で、その時にね、これって私のために祈ってくれてるって思ったんですよね。で、もちろん私のためでもあるんですけれども、すべての女性たちのために女神はいつもこうやって祈ってくださってるんだっていうふうにその時に思わせていただく体験をしました。その頃からですね、今とはタッチが全然違うんですけれども、女神の祈る姿のシリーズの絵を描き始めました。いつもね、心の中にね、ブルーのエアーの中のね、女神のラインナップの姿がね、あります。で、その思いがこの女神のオラクルカードの中に入っていると思っております。このカードの有効な使い方ということなんですが、この女神の一人一人には物語があります。そのね、ストーリーを感じていただけたら、このカードが有効に使えるんじゃないかと思います。ということで、簡単ですが、カードを4枚ほど紹介させてください。1枚目のカード。じゃじゃん。こちらです。これは、天意のカードですね。天は天国の天に、意は意志の意です。女神の名前は、最高運の女神。最高の際は最もで、幸運、グッドラックですね。英語の名前は、The Goddess of Best Fortune っていう名前になってます。こちらの原画がここにあるんですけれども、このモデルになられた方は、なんと、近藤瑞穂先生です。近藤瑞穂先生をモデルに、この女神を描かせていただきました。これはね、36人描いたうちの一番最後に描いた絵なんですね。で、一番最後に描いたんですが、オラクルカードのメッセージガイドブックがあるんですけれども、それの一番最初の女神となってます。なぜかと言いますと、これは天からの意志、この世界が始まったっていうところから来るので、この天意のカードが一番最初に来ています。まず最初に光あれ。で、もう光は私たちの肉体でもあり、私たちの魂でもあり、光そのものなんで、天の意志があったっていうことで、この女神のカードが始まっています。で、この絵のキーワードは千手観音っていうのが来たんですね。で、イメージで来てた時は、こう羽がね、こうあるような感じだったんで、羽かなみたいな感じで初め描いてたんですが、実はなんかよく見たら、なんかこう腕だったみたいな。で、千手観音って実際腕がいっぱいあるじゃないですか。で、頭にもね、大きな冠がね、ついているんですけれども、実はね、ここにいっぱい顔があるんですよね。ここは本当は腕で、ここは顔なんですが、なんとなくよく見ると顔だってわかるんですが、このね、腕をね、羽のようにして、冠もね、こう飾りのように、しておりますけれども。で、ここに翡翠のね、宝石がね、埋め込まれています。翡翠はね、仁義、礼智、信っていう
地球開闢に必要な要素が全部詰まっているって言われている、すごく大事なね、パワーストーンなんで、それをここに書いてみました。で、ここにですね、手がね、こんな感じであるんですけれども、これはですね、水穂先生が YouTube の中でよく、スタートってやられてるこれを書いてみました。はい。次のカードがですね、こちらです。リバース、マリー・マグダレンと書いてあります。これは再生のカードです。でね、こちらはね、マグダラのマリアがね、何か持ってるんですよ。これなんだかわかりますか？これ骸骨なんです。頭。彼女はね、貴人との出会い、イエス・キリストとのね、出会いによって生まれ変わるんですね。で、過去との自分と決別するんですよね。この骸骨が過去の自分の象徴っていうことで、過去の自分とね、決別しているところなんですけれども、もう本当にね、穏やかな顔で過去の自分をね、手放すことができて、で、新しい人生をね、歩むことになるんですよね。それと、これのキーワードなんですけれども、ここにあるのはね、リンゴの木なんですね。で、リンゴ酒とかね、ここを持っているこの骸骨なんですけど、これをね、骸骨っていうのもあれなんで、イースターエッグっていうキーワードを入れてます。エッグっていうのは卵から生まれるっていう意味があるんですが、イースターっていうのはイエス・キリストの復活なんですね。で、その時に食べる卵の形をしたチョコを食べるんですけど、それイースターエッグっていうんですが、それがキーワードになってたりとか、赤いバラっていうね、キーワードも入ってます。赤いバラはね、マグダラのマリアの、シンボルです。で、次はですね、こちらのカード。ミカエル大天使です。セイントミカエル。ザ・ガーディアンというカードとなっています。女神のカードなのになんで女神じゃない人がいるのっていうことなんですが、実はですね、この女神のカードには36枚中3枚の守護天使のカードが入っています。この大天使ミカエルは剣と盾を持ってるんですね。で、これで地球をね、生き抜く我々女神を守ってくれるっていうカードになってます。ミカエルはね、イギリスの聖地グラストンベリーにあるセイントミカエル教会っていうもう屋根が朽ちてなくなっちゃった教会が丘の上にそびえ立ってるんですが、そこの上に立って私たちを見守ってくれているミカエル大天使を書いてみました。カードのキーワードは進化とかね、アーサー王伝説とかツインレイとかね、レイラインとかいうキーワードが入ってます。このレイラインというキーワードなんですけれども、このね、グラストンベリーっていうイギリスのパワースポットにはですね、たくさんのレイラインがね、集まってるんですよね。で、放射線状に男性レイライン、女性レイライン、セイントキャサリンレイライン、あとなんとかレイラインでね、いっぱいたくさんのレイラインがね、集まったところで、そこの、ど真ん中にグラストンベリー島っていうね、丘がありまして、そのね、丘の上に立っている、ミカエルっていうことで、キーワードをね、入れてあります。最後にご紹介する4枚目のカードはこちらです。じゃん。果てしなき統合というカードです。女神の名前は創造の女神。Endless Integration The Goddess of Creation。水野先生の定位のカードが一番最初に来てたと思うんですけれども、これは、このカードの中の一番最後に来ております。なんで一番最後に来てるかと言いますと、こちらを見ていただくとわかるんですが、ギリシャの神様の一人、ヘルメスがキューピッドとか天使みたいなのも持ってるんですけど、カドゥケオスっていうね、杖を持ってるんですよね。あえて半分しか書いてないんですが、両脇に羽があって、杖に2匹の蛇がこういう風になっている杖なんですよ。で、ここに宝石がね、あったりするんですけれども、聖なる力を伝えるものが持てると言われている知恵の杖なんですけれども、発展とかね、成功とかね、そういったものを司る杖だと言われてるんですが、この女神は持ってるんですね。こっちにはね、ちょっとわかりづらいんですけど、地球があるんですよ。
地球を持ってるんですよ、こうやって。で、この地球を持ってるっていうことなんで、この女神がどんなに大きいか、わかると思うんですけれども、地球を片手に乗っけられるぐらいの大きさの女神なんですね。で、それくらい大きいんで、地球なんて手のひらに回してコロコロできちゃうぐらい、もう何でも作れる創造の女神です。このカードのキーワードは、ゼロジバとかね、ティアマトとかね、地球とか入っております。ティアマトっていうのは、古代バビロニア時代の原初の女神って言われてまして、混沌の中からね、いろんなものをね、創造する女神っていうふうに言われています。私たちね、今まで違う宇宙で自由自在の女神をやってきましたが、今回はこの混沌の地球っていうような設定で、この地球でね、勝負っていうね、女神となっております。このね、カードのメッセージガイドの方に、ポジティブな感じのキーワードが入ってるんですけれども、いいとも悪いとも取れない、微妙なワードが一つだけ入れてあります。それをね、いろいろ皆さんで読み解いていただいてね、どういう意味なのかな、みたいな感じで思っていただけたら、楽しいと思います。このカードを気楽に楽しく使っていただけたらいいなと思います。お一人でセルフリーディングされてもいいですし、お友達とね、一緒に遊んでもいいですし、最近は、オラクルカードがスピリチュアルなビジネスの導入にもね、使われるらしいんですね。そういった使い方もあると思います。私が書かせていただいた肖像画の地上に舞い降りた女神の皆さんたちの思い。それと、あの時私が見たブルーのエアの中に立ち並ぶ祈る姿の女神たちの思い。それと、その時感じた私の幸福感、至福感。それが女神のオラクルカードの箱の中に玉手箱のように入っています。これをね、手にした方々がその時のね、思いとかバイブレーションとかそういったものをね、感じてね、くださればいいなという思いがあります。このね、動画をご視聴くださっている皆様もまたこの地上に舞い降りた女神のお一人だと思います。どうかこのカードから女神のね、パワーをね、引き出してこの地球のミッションを楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。それではここで実際にカードを使ってメッセージを受け取ってみたいと思います。こちらはカードの使い方や意味が載っているメッセージガイドブックで PDF のデータを私がフォト用紙にプリントアウトしてフォトアルバムにファイリングしたものになります。こうして美しくファイリングした理由はカードそのものにもパワーが宿っていますが、メッセージガイドブックのメッセージにも言霊のパワーが込められているからです。見ていただくとわかると思いますが、ここにチャネリングメッセージとしてさやさんが工事の意識から受け取ったメッセージが入っています。このメッセージも女性性を開いたり、女神意識を目覚めさせるスイッチなので、こうしてカードのメッセージを目にするだけでも内側からパワーが溢れてきます。カードの使い方に関しては特に決まりはないということで、好きなように使っていただければ良いと思いますが、使用前の浄化方法がメッセージガイドブックに記載されているので、それを行ってから今日は1枚引きのワンオラクルでメッセージを受け取ってみたいと思います。実は私は長くカードを扱っていました。小学校の頃トランプ占いから始まり、中学校でタロットカードに夢中になって、20代から OL をしながらタロット鑑定を行うことからこの世界の仕事を始めています。なのでカード歴はざっと30年くらいあります。この10年近くカードを手放して手にすることがほとんどなくなっていたので、こうしてカードを扱うのは久しぶりですが、
これまでたくさんのタロットやオラクルカードなどを所有していたので、カードの持つ波動もわかる方だと思っています。それではカードの浄化を行います。まず片手にすべてのカードを裏返しにして持ち、自分のクラウンチャクラに天から光の柱が降りてくることをイメージします。その光が体を突き抜けて、ベースチャクラから地球の核まで届き、その光がカードを通って天に戻っていくことを思い描きます。そして手にしたカードを2回ノックして、女神たちに聞きたいことを心でつぶやきながらカードをシャッフルしていきます。では、1枚引いてみましょう。輝く多面体、女神ツインダイヤモンドと称されています。メッセージガイドブックでその意味を見てみましょう。私が誰であるのかわかるときだ。私は内と外を同時に見ることができる。理論的に数学的に計算された心の多面体。どちらの面を見せるかは35億年前より私の感情が知っている。ここに来て私が誰であるのか本当によく見えるようになってきました。そして私の中にある今まで輝けなかった様々な面が輝き始めていることを感じているこの頃でもあります。このカードは私が輝くことを私に認識させて、そして私の輝きをより一層強めてくれるものだと思います。それは一面だけでなく多面体として私が輝けるように。このように私はメッセージを受け取りました。こんな風にして自分が思うようにカードを使ってみてください。さゆさんからのメッセージいかがでしたでしょうか？とても美しくて魅力的な方ですよね。女神そのもののようなさゆさんが女神のサポートを受けて作られたこのカードがとてもスピリチュアルなものであることをご理解いただけたのではないでしょうか。さゆさんのホームページとスターフラワーオラクルカードの購入のリンク先は概要欄の方に載せておきます。女神意識を開くスターフラワーオラクルカード。スターシードを超えて種から花へ宇宙のスターフラワーとなるために、皆さんのお手元にもぜひに一つ置いてみておかれてはいかがでしょうか。それでは最後にこの36枚のカードのスライド映像を流して終わりたいと思います。